メジュン。格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。いい場所ですね、天井も高いし客席も広いし、マスターよくこんないい場所見つけましたね。一生懸命探したから。いやもう本当に2号店にぴったりです。どう？いらっしいらっしゃいませ。ストリートファイターシリーズで活躍中のプロゲーマーが4人も行ってみましょうお願いします。今回は格ゲー喫茶ハメジュン2号店オープン記念スペシャルということで、4人のお客様が駆けつけてくれました。時戸選手、格闘ゲームの世界大会エボ2017のチャンピオンにして格ゲー喫茶ハメジュン記念すべき第1回のお客様です。同じく第1回のゲストにしてエボ2019のチャンピオンボンちゃん選手、格ゲーの魅力を発信する活動も精力的に行っています。孫選手、昨シーズンは数々の大会で活躍。今月新ゲーミングチーム魚群に参加することが発表され話題に。投げキャラをこよなく愛す板橋ザンギエフ選手、読みの鋭さを武器に数々の大会で活躍を続ける実力者です。そうなんです。今回2号店が出たってことで、お祝いに来たんです。ありがとうございます。なるほど、確かに皆さんオフシーズン中ですもんね。皆さんのオフシーズンめちゃめちゃ気になります。普段はやっぱ海外大会とかあると、なかなかまとまって練習できないんですよ。今はだいぶ時間をかけて自分のところで練習してますね。みんなに来てもらって。去年あんまやんなかったんですよ。去年は人様のところに出稽古に行くっていうような感じで。出稽古っていうんだやっぱり毎日どっかしらの練習場が空いてるっていうわけではないので、そういう時はもうすかさず明日ちょっと自分のとこやるんで、LINE のグループで。それには皆さんも来てらっしゃって。みんな言ってるよね。その同じ練習場で練習してる時はもう常に情報交換をしてますよ。オンラインだとやっぱ一回こっちから文章を打って顔色とか伺ったりしながらメッセージのやり取りってするじゃないですか。オフラインだとやっぱ顔を合わせて対戦してるんで気軽に聞けるっていうか、情報交換すごい早いと思います。僕のオフシーズンは去年の10月に子供が生まれまして、実際その今はオフシーズンなんでまさにそっちに時間を使えるっていうのが一つと、あとは新しい活動として動画を撮ったりすごいしてるんですよね。まだ始めて間もない人とか、それこそねいすかちゃんくらいの層をターゲットにした動画の制作とか、自分がその大会で活躍するための練習というよりはそういった方のアプローチに今力入れてて、ちょっとね初めての試みなんで今もう手探りながらやってますね。孫さんはいかがですか？孫さんは気になりますね。孫さんね興味あるんだよな。すごい熱視線がいきなりみんな喋り始めた。いや待ってたんですよ。いきなりみんな喋り始めたな。だからでも今年初めてオフっぽいなと思った。結構そのバージョンアップが早かったりとか、間に大会がなんか入っちゃったりとかしてて、オフらしいオフっていうのが結局なかったっていうのが割と現状で、ここに来て初めてオフを体験して、今車の教習所に行ってます。そこですよね。教習所に行ってついにね。教習所面白いエピソードありますか？卒業を早めようと思って、その技能のその授業を結構入れたいんだけど、それって今すごい混んでるからキャンセル待ちとかが必要なのよ。でキャンセル待ちの時はそのロビーにいなきゃいけないから、ずっと結構ロビーで待ってたりとかするんだけど、多分他の教習生からはロビーにいるいつものおじさんみたいな感じであだ名つけられてんじゃないかなっていう。やべえやつでしょ。こんなんだったらオンラインの方がマッチング早いわって孫さん見バレしないのそれ？教官の人に「あれテレビって出てませんでした？」もしかしたらここかもしれないし、他の番組かもしれないんですけど、すごいバレちゃいました。絵に描いたような。全然これちょっと並び方間違えましたね。板澤さん、これ4人目だったな。板澤さんはいかがですか？お過ごしですか？自分はそうですね、結構やっぱゲームが好きすぎて他のゲームをやったりとか。ストリートファイター以外のゲーム。そうですね、もちろんストリートファイターをこう練習して、で空いた時間でやっぱ別のゲームやっちゃう。何されるんですか？他の格闘ゲームだったり、他のジャンルの対戦ゲームだったり、パズルとかも結構好きだもんね。パズルは超好きなんだけど。そうなんですか？パズルの対戦ゲームのガチなやつとか
パズルの対戦ゲーム。あ、そうなんだ。あ、でもぷよぷよとか。そうなんだけどテトリスとかぷよぷよテトリスとかあるんだけど、なんか新しいジャンルのパズル対戦ゲームとあ全くか新しいやつもっとあってもいいんじゃないかな。今の時代にティンクルスタースプライツ出たら大ヒットしたと思わない？知らねえよ。なんで知らないシューティングゲームの格闘で2画面でシューティングで戦うんですよ。うわしまった、俺の知識が深すぎたわ。ダメです。プロゲームは私はついていけなかったもんダメで。個人的な付き合いってゲームしなくても会ったりする人とかっていたりするんですか？プライベートと、まあ、ゲームっていうのが別に切り離されてないんで、だからまああんまり変わらない。孫さんってやっぱりなんか特に最近の孫さんって後輩というか年下たちにものすごい慕われてる印象ありますね。いやいや、そんなことないですよ。これもっと褒めた方がいいやつだな。むしろ足りないみたいな感じでしたね。やめてよ。いや、でも実際若い子たちとかは結構孫の家にお邪魔してゲーム教えてくださいって言って、確かにそうだね、孫の家泊まりに行って合宿みたいな。だからそう、車の免許取るのも彼らをちょっと駅まで迎えに行こうかなとか思って。そう？あの孫さんが孫さん運転適性あんの？めっちゃうまい。本当に孫さんに本当に向いてんのかっていうのは心配なんですよ。でも孫さんなんてさ、もう研究と対策の男だからそんな。決定的な弱点があって何暴れちゃう？不注意。一番ダメだよ。いや気をつけてくださいよ。あ、やっちゃった結構多いんで。ダメですよ。いやこれちょっと話が盛り上がりすぎて、ちょっと次に行かなきゃって気持ちになってきましたよ。こんだけ格ゲーマーがいるんだから、しかもね初めてなんですよ、4人もいるのって。なのでまあでも確かにそうかちょっとこのハメ順ミニトーナメントできちゃうなと思ったんですよ。いいっすね。トーナメントしませんか？ということで今回は2号店オープン記念ハメ順カップを開催します。でもねちょっとやっぱ1号店に機材とか全部置いてる可能性があるんだよね。違う場所ですもんね。じゃあやめとこうか。ゲームできないからここはゲームできないですよね。ところがどっこいプレイエリアありますので、みんなでプレイしましょう。レディー第1回ハメ順カップ。ここからはストリートファイター5チャンピオンエディションでトーナメントを行っていきたいと思います。トーナメント表はこちら。記念すべき第1回ハメ順カップ、初戦は歌広場対いつか。どこになるでしょうか。そしてお客様の4人はくじ引きで組み合わせを決定していきます。できた。これで A が出たら全員の組み合わせ。何？抽選の結果、時戸選手対板橋ザンギエフ選手、ボンちゃん選手対孫選手という組み合わせになりました。さらにマスターハメ子からある発表が。はい、ということで今回のハメ順カップ、なんと優勝商品がただこれはトーナメントが終わった時に発表する。なんだ楽しみ。記念すべき第1回ハメ順カップ、その初戦は歌広場順 VS いつか。ついにいやーもうそうですね、メタメタのもうメタメタにしてます。この環境がすごいんだよね。後ろからなんかすごい戦闘力を感じるから。本当は俺ベガ立ちしたいぐらいだろこれ。いや自由にやってください。圧がすごい。ベガ立ちが前色にいる。圧がすごい。頑張れ頑張れ。ついにいつ Z がこの番組で実践を披露するという、ここまでかなりの練習を積んできました。いい飛び。なんかここで歌広場がまずコンボ一つ。いいぞ。バックストちょっと待って。本当に？差し返しのタッチ中盤力の竜巻旋風脚、そして画面足のコンボにつないでいくのは歌広場。ここで丁寧に上からコパンで落として上。大足クラッシュカウンター大き攻めに来る。ここは空中から何もできないな。ラウンド2。ザンギさんアドバイスないんですか？いや全然いける。全然いけると。精神論。ふわふわしてるな。精神論か。上からの攻めいいですよ。これは練習しました。めっちゃ欲しかった今すげえ嬉しいよ。やめてほしい。状態を6攻め歌広場。ゲージがお互いに満タンですよ。ゲージ満タンです。でもいい試合追い詰めてはいますよ。ガードを固めながら
画面足で追い詰めてくるいつかザンギエフいい選択肢だね。飛ばないんですか？これで飛びましたよね。体力的には5分近い。 V トリガーもあるぞ。まずは発動上からの攻めに繋いでいくのは歌広場だがなんとかガードでしのいで大パンチ大丈夫、まだある。もう一度さあスクリュー置き攻めスクリューパイルドライバーから絶妙なタイミングのクリティカルアーツで一本。素晴らしい。さあファイナルラウンドさあひるんでるぞ相手がひるんでるぞびっくりしてる相手が試合選手ですよ。画面中央での攻めまずは歌先広場だわねあるあるよ攻めを展開しようとするのはいつデッドはい届かないよいいぞ受け止めてガードにいやこれ切り替えている歌広さんちょっと完全に試合になってます。プレッシャーかかってるね。そこはコンボを決めていくおいい歌広場ゲージ満タンですそれから対空中小力しっかりあ、癖で取れしまった。はい、オッケーオッケー。最後のラリアット使い切りましたどうだ。ただなんとか寄ればチャンスはあるね。ねえザンギ一発があるからザンさんほらアドバイスザンさんなんかないんですか？ちょっと厳しそうです。準備しといてください。投げろいいよいいよ。投げろってそこだそこじゃないでしょ。もういいぞ対空置き攻め画面足上からの攻め入れ替怖すぎるよ。ずるいぞ相手怖すぎる。えているああしゃがみ10番力ナイスチェック歌広場怖すぎるよ。1回戦第1試合勝者歌広場潤いやもうすごい見どころしかなくない。すごかったです本当ねですか？大丈夫でしたか？なんかでも最初歌広さん1ラウンド目とかうまいとこ見せようと思ってプレイやってたんだけど、もう最後のラウンドはもうただの歌広場じゃん。ただの中学生だった。続いては時戸選手と板橋ザンギエフ選手の一戦です。商品があるっていうのをしっかり意識していこうかなトレジャーハンター的なところあると思うんでなるほどゲーム大会この人との対戦ね、すごいスリリングで、怖いところあるんで、もう完全に封じ込める作戦でいきたいと思います。封じ込めるやれるもんだやってみろよ俺はいそれでは準備をして始めてください北橋ザンギエフなのに使ってるのはアビゲールなんですね。本当なんですよいつかちゃんも見てるどうこれ嘘つきっていうか違うんだよね。自由に楽しんでください、自由にやってくださいって言ったら真っ先に MC 席に座った孫さんの自由さすごくない？ということで始まります終わるすごいな。左側が時戸の操る豪輝そして対する右側にいるのが板橋ザンギエフのアビゲイルこれ組み合わせどうですか孫さんいやそうかここに座ってるからあれか。自由すぎるだろどうですかこれいやこれねはいまあ普段の立ち合いはやっぱりそのね腕の長さがあるんで、はいアビゲイルが結構優勢に進められるんですけど、寄った時ねやっぱね豪輝やばいんで、なるほど寄った時そして V トリが発動した時はもう要注目。序盤はやはり孫さんの言う通りアビゲイルリーチの長さを生かして時戸豪輝の体力を削っていきますそしてここはガードしっかり反撃一気に画面足だ時戸は苦しい状況です V トリガーまでもうちょっとかかりますねおっとクラッシュカウンターを決めたことでこれで V トリガーを発動できる状況になった後ろに投げて位置を入れ替えます皆さんもっと騒いでいいですよなんかね見ちゃう。そう見てるあとね、試合がちょっとねなんかね面白い。時野さんの表情を伺っちゃう。おっとここは1本ができなかったが対空しっかり中小龍拳お互いに V トリガーが溜まっていますまず時戸が V トリガーを発動して画面足に攻めに持ち込んでいきますが注目です。板山も V トリガーを発動ただこう時々にはゲージが3本あります強力な技を使うことができるが板山のゲージも溜まった残り時間も減ってきていますどうするか一発圏内。お互いに何か当たるはおるぞここでまずはメトロクラッシュだがうわーここで赤星剣が当たってしまったいや今のね春国殺やろうとして、ちょっとミスりましたね。なるほどそれに対して板山は飛ぼうとしたところに当たってしまったという感じでしょうかそうっすねだからちょっとディレイで飛ぼうとしたらみたいな感じで。まず1ラウンド目は時戸がかなりラッキーでしたね。選手いたしましたそしてゲージは溜まっているこれねだからまあ昔うんストリートファイターやった人はでかいキャラは飛び道具に不利だという印象があると思うんですけど、はい昨今のストリートファイターはもう違うんです逆なんですよ。違うでかいキャラは飛び道具に強いんですよなんかよくわかんないけど。なので時戸はあまり飛び道具を使っていない状態が続いていますね使えない。ただ画面足に追い詰めてこの豪輝の強力な攻めが展開されています板山苦しい状況ですゲージがカウンターからつないだ
ゲージも溜まっていますから天破から関谷空烈あるフィニッシュ勝者時戸。やっぱスリリングな展開になったんですけど、やっぱ一回画面端に追い込めた時にいい圧力の出し方をこっちが出せたんで、最後の暴れ潰しとか結構練習してた膝で相手の技を潰すっていうのができたんで満足してます。初めは最序盤こそ良かったんですけど、その後ちょっとペース返せなかったんで、修行が足りないな。さあ早くも準決勝第1試合です。ボンちゃん選手 VS 孫選手。このハメジュンカップ、レギュレーションとしてはブラインドピックが可能です、この2人は複数のキャラクターを使うことができるのでブラインドピックでお願いします。ブラインドピックでお願いします。なんでこっちでこの試合はブラインドピックを採用し、それぞれ使用キャラをあらかじめ申告しての対戦に。まあボンの使うキャラクターも大体分かってるんで、もうバレバレですよ。もうその時点で俺もう勝ったなと思ってます。なるほど、もう勝っている。もう勝っている。始まる前からボンちゃん勝っている。選手にも聞いていきましょう。意気込みお願いします。やろうかよ。いやそうサガットを使うんですけど意味ね何を出されても多分大丈夫だろうなと思ってサガットをピックしてるんで、ボンちゃん選手はサガットを選択、対する孫選手はキャミーを選択しました。孫キャミー対、ボンちゃんサガット、この組み合わせどう見ますかね。板橋谷さんか。そうですね、結構その上から来るカノンストライク、キャミーの攻めが強力なんですけど、やっぱサガットはタイガーアッパーカットで対空できるので、なるほど、そこは結構サガットとしては悪くないんじゃないですか。身長が高い低いだと高い方が技ってそうですね、打ちづらいですよね、キャノンストライク点が高くなるから。うまくつないでいきます。画面足一気に孫は自分のチャンスを作っていきますが、壊しから発動してタイガーアサルト、タイガースパイク、そして入れ替えてしっかりと読み勝っていくアサルト、タイガーアッパーカットでフィニッシュ。今の勝ちたいんだ。読めてるからさ。なんだろう、負けた側がなんか言ってるぞ。というかぶっ放した側が勝ちたいんだわ、ちょっとおかしいですよ。やばいぞこの大会、ちょっとでも変なこと言うとツッコミがすごいですね。さあまずはボンちゃんのサガットがラウンド先行しましたが、この飛び道具の無敵を持っているやりたいやりたい。スパイラルアロー、しかしすぐさん無敵技で切って返したのはボンちゃん。一先ですからね。勝ちたさの熱量で勝つっていうのもありますからね。上からタイガーアッパーカット対空、孫は苦しい状況になってきています。体力が減ってきているぞ。しゃがみ両マンチからしっかりと V トリガーを発動して、しかもちょっと歩いてしゃがみ中キックにつなげるというテクニックを見せました。一気に読み勝っていきます。さあボンちゃんの3人で溜まっているんだが、どこまで行く？タイガースパイク後ろに回って投げ抜けを誘った見事なフィニッシュ。勝者ボンちゃん。あれこの喜び方はもしかしたら相手の勝ちポーズ盗んで盗んでる可能性あるな。もしかしたらと思ったら、どうでしたか。万が一にも孫とそのカリンの同キャラになっちゃうとちょっと分が悪いかもなと思ってたんで、なるほど、まあ両対応のサガットを出したんですけど、まあ結果はこの通りですよ。全て読めていた。孫さんに聞いていきましょう。どうでしたか。これね、いや教習所で教えてもらったやつかこれ。気になる何交通事故ってのは意図せず起こるんだな、まあ常にやっぱ気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いました。はい。ありがとうございました。事故だったとね。そして準決勝第2試合では歌広場と時戸選手が激突。優勝の栄冠は誰の手に？はいということで、ここから格ゲーレッスンのコーナー、いつもはいつかちゃんにですね結構つけてもらってるっていうのがあるんですが、今回は特別編ということでじゅんくんにレッスンを受けてもらおうかなと。さらに今回は特別編ということで4人の先生から1人を選ぶという超豪華なレッスンに。じゃあ選んでみてください。でもいろいろ考えたんですけど、ボンちゃん先生にちょっといろいろお話を伺いたいなと思ってます。わかりました。いろいろ教えてください。ぜひやりましょう。ということで先生はエボ2019優勝のボンちゃん先生に決定。まずじゅんくんのですねその実力のほどを見て、確かめていただくために、ボンちゃんと試合をしていただきたいと思います。まずは実戦。歌広場もエボジャパン2020で初戦の予選プールを突破するなど実力は誰もが知るところ。うわーうまい。ちょっと先生
先生何かやらせませんかいや今のところだけでも学ぶところはいっぱいあった。お前が今気持ちよくなっただけじゃないの？胸を借りるつもりで挑んだ歌広場でしたが、まさかのパーフェクト負け。改めて感じるプロの壁。いやトラじゃないの。ありがとう。ライオンじゃまあ似たようなもんです。どうでしたか？わかりました？そうですね。1ラウンド目で食らっちゃいけない技を食らってやっぱスタンしたんですよ最後。1ラウンド目猛攻を受け画面端に追い詰められた歌広場。この時に注意すべきだったこととは？あの時に食らっちゃいけない選択肢って一つだけしかなくて、後ろの裏投げなんですよ。っていうのもスタン値が溜まってて、後ろ投げだけ食らっちゃうとスタンしてしまうから、あの時だけは絶対投げは抜けるべきなんですよ。これちょっとリプレイ見ながらとかでリプレイ見ながらにしましょう。まずこの最初どう思ってました？対サガットとやるってなる時に。とにかく1回飛び込みでダメージでリードを奪いたいっていう気持ちですね。飛びを成功させたいっていう。なるほど。飛びってやっぱリターンはすごいでかいんですけど、なかなかやっぱ成功させづらいんで、できるんだったらこの最後のところですね。続くラウンド2、序盤で歌広場が画面端に追い詰めます。でこうなった時にやっぱこれ剣のペースじゃないですか。でこうなった時に絶対端から出しちゃいけなくて、大キックだからそうですね。画面端に追い込んで有利だった剣ですが、隙の多い強キックをガードされたことできっちり反撃され仕切り直されてしまいます。大キック振っちゃうと確定反撃取られて、こうやって不利な時間を増えちゃうんで、こうなるとなんかもう体力リードも取られてるから、もう苦しかったですね。とにかく足をしたかったとかいろいろありますね。この状況だけ作れれば大逆転って全然可能なんですよ。で今一番注目しなきゃいけなかったのは、サガット側がゲージを持ってて、両方ゲージ持ってたんですよ。 EX ゲージもトリガーゲージも持ってたんで、やっぱショット発動したいんですよね。心理的に当てれば端からも出れるし、体力取れるので、だから一回発動されるまでは我慢するっていうのがすごい実は大事だった。最後は V トリガー発動からのゲージを使ったコンボ。ここは危険な選択肢を警戒すべきだったとのアドバイスが。2ラウンド通して思ったのは、食らっちゃいけない技を食らってそれが決め手になっちゃってたっていうのがあったんで、やっぱ逆転させるきっかけを与えないっていうのは体力リードしてる側は意識すると。一個一個覚えておきます。まずサガットから覚えます。そうですね。相手のことを知らないとね、ちょっとどうにもならない部分もあるんで。そのレベルに来ちゃったね。いやそうですね。アドバイスもなんかもうすごいガチめな話にねどうしてもなっちゃうので、次の階段はこんな感じです。息苦しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。来週は格ゲー喫茶ハメ順2号店オープン記念スペシャル後半戦。今年こそやっぱり最強になれるんじゃないかなっていうのは。ダメですか？いやすごいわかるんですよ。いやすみません。お前イチャモンつけるんだそれ。あれは。そして第1回ハメ順カップがついに決着。気になる優勝商品も明らかに。画面端いいね。歌広場の攻め波動発動 V。格ゲーレッスン特別編第2弾も必見です。来週もお楽しみに。